シャンパンバーを2店舗目ようやく持つことができて、4ヶ月半一人で大工をやって全部手で作って、で出来上がった時にさあじゃあシャンパンバー2つ目ですじゃ面白くないかなと思いまして、やっぱりシャンパンバーやる時に結局はこれから人類が、ね、15年とか10年とかしたら他の星に移住できるようになってくると、火星が一番ね候補になってますけど、その頃に向けて、何をやるべきかなというところで、人間も動物なんで食べ物が必要だと。で、食べ物って言っても、ね、牛を連れていくわけにいかないと、連れて行けるでしょうけどすごいコストかかると。連れてったら連れてったで餌を食べさせなければいけない。餌って、ね、何かっていうと結局は草を食べて餌にしてそこからエネルギーを得て、動物性のタンパク質を取る人取らない人いたり、ビーガンって言ったり、魚まで食べるとか肉まで何でも食べる人もいたり、でも結局はタンパク質どっかでみんな取ってるんですよね。じゃあ火星に移住した時にどうやって取るか、牛連れていけないね、どうするか、冷凍して持っていけばいいんじゃない。いや距離がめちゃめちゃあるんで、地球と火星だと向こうでじゃあ種持ってって育ててそこからタンパク質取れる植物だったらいいんじゃないかっていうところでアボカド、アステカ文明とかインカ帝国とかマチュピチュとかね、ああいうのがあるメソアメリカっていうんですけど、中南米のところと、あとはイスラエルと2つの二大産地があるんですけど、大体その人類が育て始めたのが5000年前って言われてますね。デトックス効果がまずあるんですけど、体をきれいにすることができると。ビーガンの方でも男性でも女性でも提供できるものっていうのをキーコンセプトにすると、自然と頭の中に降りてきましたね。うちで一番楽しんでいただいているのはこのドラピエっていうものがありまして、ドラピエさん8代目の家族経営で全部手作りでオーガニックでやってるんですけれども、物が良くて美味しくて体に良くて値段も低価格で抑えられる努力を、それもインポーターさんいろいろ探したり、その中で今はもう落ち着きましたね。おすすめのメニューはちょっと早く食べたい、すぐ出せるものでいくとワカモレ&チップスが一番人気ですね。早いし美味しいし、ブルスケッタっていうフランスパンだったりクラッカーみたいなものだったりでもいいですけれども、パーティーフードみたいな感じで小麦のパンの上にアボカドを乗せてごまを振るだとか、エビをそこに乗せたりとか、ちょっと酸味があるトマトを乗せたりとか、アボカドツナサーモンのタルタルっていうんですけど、よくケーキ作る時にセルクル型って言って筒状の中に食材をですね、きれいに配置して、で最後に温泉卵を作るんですけど、よくインスタグラムでシェアされるんですけど、このセルクル型をつけたままお出しして、でセルクル型をパッと開けて、そしたら横に層になった、お花のようだったり、ケーキのようだったりするんですけど、それをナイフとフォークでかき混ぜていただいていただくと、そんなのがありますね。ハブルズはブルズ1号店で、2号店はフォカレナっていう名前にして、で3店舗目は空港店舗をやりたい。まずは沖縄でやってるので那覇空港ですよね。空港さんでも納得いただけるような営業をやってみようということで、365日台風でも開けなきゃいけないんだよ、雨風、もうどんな状況であってもお客さんはいるからお店は開け続けなければいけない、朝から晩まで。沖縄の観覧車でやっている365日、台風でもやっている365日やり終えたら、それが実際の証明じゃないかと。計画としてはその空港店舗を回せるだけのやっぱり人材育成とか採用とか、幸いなのが来てくださった方々の中から働きたいですって言ってくれる方々がすごくいらっしゃって、本当みんなに助けてもらいながら、みんなでちょっとどんなことになるか分かんないけど作っていこうねみたいな感じで今スタートしているところですね。なので今の計画としては、まずは人材採用と教育と空港店舗ができるための体制づくりですね。那覇空港の次は羽田、東京でもいいですし、成田でもいいですし、
でもそういうとこからお誘いがかけてくれたら嬉しいなっていうのは本当のところ